Each year in July at the Paris Nord Villepinte Exhibition Center, hundreds of thousands of passionate and curious people gather at one of the world's largest events dedicated to Japanese cultures, Japan Expo. With many industry appearances from the anime world, let's catch a glimpse at how anime is represented and celebrated in France by meeting with this year's guests. He is a visionary anime producer set on predicting trends rather than chasing them. Nao Hirasawa. After starting his career at Bandai Visual and Production IG, he founded his own anime production company, Arch, and became the CEO of one of the most prominent CGI and compositing studios, Graphinica. Let's hear from him about how you can join the anime industry. ジャパンエクスポにお越しの皆さん、こんにちは。平沢と申します。今は複数のアニメの会社を経営しつつ、自分でもアニメのプロデュースを続けています。どうぞよろしくお願いします。最初に自分は普通の生き方はできないかもしれないと思ったのは14歳の時にセーラームーンを好きになったことです。その後17歳の時に新世紀エヴァンゲリオンやゴースト・イン・ザ・シェル、いわゆる1995年なんですけど、そういうアニメ業界のある種の新しいジャンルが立ち上がるような瞬間に自分がファンとしてそれを見ることができて、でそのアニメを仕事にしたいと思ったんですが、ほどなくして自分には絵を描く才能がないということが明らかになってしまいました。そこから大学に入ってしばらくの間はアニメ業界に入りたいけどどういう方法があるだろうかとある種冬山の中を歩くような時間が続いていました。その後、著作権法という法律と、あとそうですね、日本のアニメを海外に売る仕事をしている人のドキュメンタリーを見て、こういう仕事があるのかと、非常に感銘を受けました。名前を言ってもよければ言いますが、コルピ・フェデリコです。当時ダイナミックプロにいたコルピ・フェデリコさんのドキュメンタリーが日本であったんですよ。それを見てこんな仕事があるんだと思って、自分はじゃあビジネスの方向からアニメ業界の役に立とうと思って著作権法の勉強を始めました。大学1年生の時に自分は社交ダンスのサークルに入りました。サークルといっても全国一を目指すような割と厳しいサークルだったんですけど、そこで頑張ってた時に膝を壊しまして、でそこから、大学1年で、残念ながらその社交ダンスの夢も諦めることになりました。で一体じゃあ大学2年から何をやろうかなという時に、自分が住んでいた家のそばにある吉祥寺という町を歩いていた時に、バーテンという仕事を募集していることが分かって、でそこからバーテンの仕事をアルバイトとして始めて、パートタイムジョブでもパートタイムジョブと言いながら週に3回丸々入ってたんですよね。で運がいいことにそこにはスタジオジブリのアニメーターや、あとはそうですね、それこそ 4°C の監督やアニメーター、そういった吉祥寺という土地柄もあって多くのアニメのクリエイターがお客さんとしていらっしゃってました。その中でお話を伺ううちにアニメ業界でまだ働く方法があるかもしれないと思い始めた、そんな時期ではありました。日本では一般的に、さほどキャリアのない大学4年生を、会社で OJT で鍛えていくという文化があります。なので、とても日本というのはまず大学4年生が就職をするのに、有利な文化を持った国です。で私はその中で、アニメや漫画やゲームに関わる仕事をしたい、そしてその時に自分がセールスポイントになるのは著作権法だと思っていくつかの会社を受けました。で当時は出版社も受けていたんですけれども、出版社の面接で著作権法の話をしてもあまり受けがよくありませんでした。まだ出版の世界は、良い作品を作るだけで単行本がとても売れる時代だったので、まだまだそのライツビジネスといったものに、興味がある人ばかりではなかったのかもしれません。一方その時にはもうアニメは、制作委員会というシステムでお金を集め、そしてさまざまな方法でアニメを利用するのが当たり前の時代になっていました。そういったその、業界ごとに著作権法が必要なタイミングというのがずれていたこともあって、結果として私はアニメ業界、その中でもアニメビジネスを主体的に進める存在であったバンダイの子会社バンダイビジュアルに入社することができたんだと思っています。
当時のバンダイビジュアルは LD から DVD にいわゆる映像記録媒体のマーケットが変わる中で大きく飛躍していました。その中で海外に対して積極的にビジネスをするとか、ものすごく大きな作品を作ってみるとか、そういったさまざまなビジネス上のトライアルをしていました。私はそこで新卒で入れさせてもらうことで、当時なかなか味わうことができなかった海外セールスの体験や、あるいはプロデュースの体験をさせてもらうことができました。今でもとても感謝しています。バンダイビジュアルのキャリアの1年目が海外営業、インターナショナルライセンスの仕事でした。2年目、3年目はリーガルコントロールデパートメントで、主に著作権に関する契約書を全て読んでいました。当時のバンダイビジュアルの著作権に関する契約書ということになると、1年で1000通以上多分、作るかな、小さなものも含めると。1000は言い過ぎか、でも500ぐらいは作ってたと思います。なので2年間で1000ぐらいの契約書を読むことで、私はそうですね、大体アニメのビジネスってこういう感じなんだなというのを肌感覚で掴むことができたと思っています。バンダイから離れてプロダクション IG というアニメのスタジオに移りました。その時はそうですね、自分としてすごく、これは心苦しいところもあるんですけれども、やはりバンダイがとても好調、バンダイのビジュアルの好調の原因であった DVD のマーケットが小さくなっていったというのが大きな理由の一つです。それまでは、売れていないタイトル、あまりヒットしないなっていうタイトルでも DVD のセールスのボリュームって今じゃ信じられないぐらいあったんですね。でも一方であるタイミングからその売れてるタイトルの売れてる本数はそんなに変わらないんですよ。でも売れないタイトルの本数がどんどん少なくなっていったんですね。このままここにいてチャンスを伺い続けるよりも、さらに自分としてクリエイティブのコアに近い場所でアニメ業界の役に立ちたいと考えるようになりました。その結果、当時広角機動隊のスタンダードオンコンプレックスセカンドギグという作品でお付き合いのあったプロダクション IG のメンバーと話をして、で、ありがたいことに転職をすることができました。日本ではだいたい、作られた会社のうち1000社に1社ぐらいが上場、ゴーイングパブリックします。で、一方でアニメ業界において、その数十年の歴史を誇るアニメ業界の中で上場した会社というのはおそらく片手で数えられるぐらいじゃないかなと思っています。アニメスタジオとしてですね、アニメスタジオ機能を持つ会社として上場した会社、その中で IG というのはまさにごく限られた例外的な存在でした。ビジネスの面で見てもそれは明らかですし、そして作られる作品の世界的な評価という意味においても IG は当時エポックメイキングな作品をいくつも作っていました。そんな IG がまさにそのほんの片手で数えられるぐらいしかない上場という大きなイベントを成し遂げた後に自分がジョインすることができたのは、これも本当に幸運なことだったと思っています。IG の秘密技はですね、これはどこまで言っていいのかな、言っちゃうか。石川光久という人間の天才的なバランス感覚です。石川光久という天才、これは押井監督の言葉を借りれば日本歴代最高の制作進行と言われている男なんですけれども、がいくつかマジックを持っているんですね。で、例えばそれは IG がビジネスマナー上まずいことをしたはずなのに、なぜか石川さんとの会議が終わっていると悪いことされたはずの方が謝っているとかですね、そういうなんかイリュージョンにあったような不思議な、なんて言うんでしょうね、こう経験を IG のスタッフはいくつもしていくんですね。もう絶対にできないだろうってみんな思って、この期間でこんなレベルの作品作れませんよって思いながら会議に行くんだけど、石川さんとの会議が終わっているとなぜかみんなやる気になってたりするんです。そういうこうやって対面で向き合って人と話している時に相手がいつの間にか石川さんの望むようになっているという、しかもそれは洗脳のような技じゃないんですね。そういう魔法をいっぱいいっぱい見てきました。で、石川さんという人は、今遠くから離れて見ていると実は、いくつかのプリンシプルがあって、そのプリンシプルを忠実に実行しているというのが分かるんですけど、近くにいるとそれが分かんないんですよ。そう、例えば、石川さんの本質の一つには
数を打てば必ず当たるという日本のことわざがあるんですけど、とにかくその一つのタイトルにフォーカスするよりも必ず複数のタイトルにフォーカスするという、なんていうんですかね、こうバランスを分散させようとする癖があるんですが、でも近くにいるとそれがわからないんです。どのスタッフもこの作品が石川さんから一番大事にされてるって思うんです。そういう魔法みたいなことができる人なんですよ。そういった石川さんの、俗人的な天才性によって IG は多くの、多くの企業には必ず訪れる、経営上のピンチを全くピンチじゃないかのようにクリアしていっていました。それが自分から見て一番恐ろしかったところですね。IG の秘密の一つは多くの秘密、いろんな角度からクリエイティブ上の秘密、プロデュース上の秘密、いろいろ言えると思うんですけど、一番恐ろしいのはやっぱり石川光久という天才のそうですね、バランス感覚と人をなんて言うんでしょうね、人を好きにさせる力だと思いますね。これはもう全くかなわないと思いますし、恐ろしい経験をさせてもらったと思っています。例えばですけど、こう2人であるなかなかその、意思決定をしない会議が終わった後帰る時ですかね、平沢なんで決めねえんだろうなあの人たちなってボソって言うんですよ。決断なんてさ、正しいか正しくないかじゃなくて早いか遅いかだけじゃんって言ったんですね。大体の人は正しい決断をしようとして選択肢を失うんですけど、石川さんは選択肢を失う前に決断を1個してしまえってするんですよね。ほとんどの決断はポイントオブノーリターンを超えないと。ポイントオブノーリターンに迫る前に決断を細かくしてダメだったら引き返せばいいじゃないかって考えるんですよね。経営者をやっていたりプロデューサーとして多くの人から尊敬されたりすると間違った決断をしたくないって思うはずなんですよ。でも石川さんはそういうことは全くなかったですね。例えばそういう怖さがありました。ウルトラスーパーピクチャーズはフィギュアやガレージキットで有名なグッドスマイルカンパニーの、子会社です。でそのウルトラスーパーピクチャーズの、子会社として、サイバーパンクのトリガー、サイバーパンクやダンジョンミッションのトリガー、あるいは、東京リベンジャーズのライデンフィルム、さらには、バンドリ等の、3次元といった会社が当時、ありました。で今もその形は変わっていません。で私はそのウルトラスーパーピクチャーズという会社で、その3つのスタジオの企画の取りまとめをする責任者を、担当することになりました。自分としては IG で学んだプロデュースの知識を今度そのなんていうんですね、組織づくりに生かせるというのはとても魅力でした。そしてそれが若いスタジオであるということも魅力的でしたね。ここでも多くの経験をさせてもらいました。ウルトラスーパーピクチャーズで働いているうちにそのプロダクション IG にいた時にはリスクが高すぎて、担当することができなかった類の仕事も、担当できるようになりました。それは例えばスマートフォンゲームのモンスターストライクのアニメ化だったりします。スマートフォンゲームのモンスターストライクは当時担当者たちに話を聞いてみるとアプリゲーム単体の売り上げで、2000億円、今の、ユーロに直して10億ユーロを超える売り上げを1年で作ってたんです。これは私が必死になってそのシェアを取ろうとしていた日本の、アニメの DVD のマーケットと当時ほぼイコールでした。たった一つのスマートフォンゲームで私たちが一生懸命アニプレックスだったりいろんなね、東宝さんだったりバンダイだったりいろんなビデオメーカーとその火花を散らしていた DVD マーケットと同じ金額を売り上げで稼いでいるって聞いて、なんかこう明らかに新しい波が来ているというふうに自分は感じるようになりました。今のは新しい波が来ていると感じた一つの事例ですが、それ以外にも例えばネットフリックスがジャパンを設立するだとか、その明らかに自分が、親しみそして愛してきた深夜アニメって言われる、ティーネイジャー以上をメインターゲットとしたアニメのマーケットに異なるプレイヤーが入ってきて全く別のマーケットが立ち上がろうとしているのを感じました。その時にふと思ったんですが、そのような変化って20年に1回しか来ないんですよ。
配信サービスや巨大なゲーム IP がアニメを作り始めるのが2014、15年なんですけど、その前は96年新アニメが誕生する、そこまで実は大きな変化はなかったんです。でその前は例えばプラモデルおもちゃが出てくる、アニメが出てくるみたいに、日本のアニメは20年に1回ぐらい巨大な変化を、起こすということを当時自分はなんていうんですね、歴史を改めて紐解いてみて感じたんですね。これはものすごい巨大な変化で、そして自分のキャリアの中ではもう二度と来ないって思いました。で逆に言うとこの新しい大波が来る時に自分はちゃんとプロデューサーとして作品をヒットさせたというクレジットを持ってたんですね。だったらそんな巡り合わせがあるんだったら自分はこの変化を前向きに捉えよう、なるべくこの変化が素晴らしい結果を生むように自分自身がリスクを取ろうと思いました。それが会社を作ろうと思ったきっかけです。アーチという会社の社長をやったのは先ほどのように、アニメ業界に訪れる20年に1回の巨大な波をより実り良いものにしたいというのが自分の理由でした。そしてそれを実現するためのそれを実現するために具体的にやらなければいけないこととして、新しい時代のスタースタジオを作るということを自分は目標にしました。で、これからは 3DCG であれ手書きであれ、新しい時代に適応したスタジオがどんどんチャンスをつかむんだということを証明したかった。その結果アプローチしたスタジオの一つにグラフィニカがありました。でアーチを設立してからの期間ずっとグラフィニカにいろんな作品を提案しました。一緒にこういう作品作りませんか、こういう作品作りませんかっていうふうに。でそしたらば19年の春にあなたは取締役になりませんかと当時の社長に誘ってもらって、で1年間取締役をやったらさまざまな事情により自分を誘ってくれた社長が、グラフィニカを去ることになり、で、今度はそのグラフィニカが所属しているグループの社長から君グラフィニカの社長をやらないかっていうふうにオファーを受けました。自分としては、この上ない光栄でしたし、さらにアニメというその日本のアニメの発展につながると思って、大変だろうなと思いましたけど、引き受けることにしました。グラフィニカはご存知の方も多いですが、もともとゴンゾという会社の撮影や CG の部門を、買い取る形で作られた、アニメのスタジオです。でなので、大変先進的な技術を持ちながら、それでいて手書きのスタイルへの、リスペクトもとてもあるスタジオでした。で、当時、特に2010年代半ばは 3DCG が手書きのアニメをさらに力強く支えていくだろうというふうに考えられていた時代です。そのタイミングで背景やあるいは自動車やメカニックといったもの以外にキャラクター自体の動きや表情も 3DCG で演出していこうというタイプの作品が多く出始めたタイミングです。当時のアニメ業界はそのように 3D と 2D、CG と手書きが融合していくというタイミングでした。その中でグラフィニカは大きなポテンシャルを持っているスタジオだったというふうに認識しています。クリエイターの待遇が十分だということは少なくともないし、原則論としてクリエイターにいくら払えば十分だろうということもないと思うんですよね。で、アニメ業界は長い間確かにクリエイターのモチベーションによって支えられていた、その制作費の少なさがクリエイターのモチベーションによって支えられていたという時代があります。一方、先ほど申した配信サービスやゲーム IP が入ってきて、そして何よりこれをご覧になっている皆さんのように世界中で日本のアニメを見てくれる人がどんどん増えていることによって、制作費は今びっくりするぐらいのスピードで上がっています。例えば動画協会が発表した2024年の資料、最近発表した資料で2023年から24年にかけてアニメのスタジオが受け取ったお金がどのぐらい増えたか、1年間で 25% 増えました。でこれ自体が全てクリエイターに言っているかといえばそうではないかもしれません。ただそのかなりの割合はクリエイターへのギャラとして、そしてクリエイターを育てるための資金として使われています。まだまだ十分ではないかもしれませんが、状況は確実に良くなっています。
ですので、海外の、ね、ファンの皆さんの中にはアニメ業界ってきっとなんていうじゃないそのまさにおっしゃるように真っ黒なのかなとか日本のアニメで働いてみたいけど、サラリーが低いんだよなって思われる方も多いかと思います。そういった状況はまだまだ不十分ではあるにせよ改善されつつある。そして一部のトップスタジオにおいてはびっくりするようなギャラが払われ始めているというのはお伝えしておきたいと思いますね。これまで R&D にはやはり継続的な投資が必要ですが、これまでそういった投資を可能とするスタジオは多くありませんでした。一方でスタジオにきちんと資金が集まり、そして何より資金が集まったスタジオにはそこでずっと長い間働き続けるパートタイムではないクリエイターが今どんどん増えています。そのような状況によってワークフローをより効率的にしていくことへのモチベーションが今大きく上がり始めています。ですのでこれもまだまだ不十分とは思いますが、着実にワークフローは改善されつつあり、そしてそれぞれのクリエイターやクリエーションに携わる人々がそうですね、自分自身の磨く時間あるいはゆっくり休む時間が作り始められてるんじゃないかなと思いますね。アニメをブームにしている理由はそうですね、やはり面白い作品があるということがベースにあると思います。まずやはりこの10年間制作費が上がったことによって、一部の大手スタジオはものすごくその手間暇をかけて作品の画面上のクオリティ、そして映像としての質を上げていくことができました。それが結果として配信サービスを通して多くのお客さんに届き、それが新しいムーブメントを生み出しているというふうに思います。この幸福な関係はあと数年は続くだろうと思っていまして、その後に起こるのがその日本のアニメっぽいルックを世界中のスタジオが作り出すという状態です。私はそのタイミングが早く来てほしいと思っていますし、その中で日本のスタジオがきちんと存在感を持てるようになったらいいなとも思っています。バブルが崩壊するかどうかはまさに自分も関心があるところです。少なくとも形は変わっていくと思いますね。それはどのようなものかといえば、今人気のものの中で飽きられるタイプのジャンルもきっとあると思います。そして今アニメをたくさんライセンスで獲得して世界中のオーディエンスに流してくれている配信サービスの中で経営状態が悪くなるものもあるかもしれません。でもそういったアップダウンというのは必ずあることだと思っています。 DVD が売れなくなった時もアニメ業界はもう終わりだと言われましたし、そして80年代に海外のアニメを手伝うというお仕事が少なくなった時にもアニメ業界はもう終わりだと言われました。私たちはその度に原点に立ち返って面白い作品って何だろうと思って改めて作品の質を上げていくことを挑戦してきて、その結果が今のアニメだったと今のアニメ業界につながっていると思います。同じ形での好景気は続かないかもしれないけど、次はおそらく別の形の好景気が始まるでしょう。それはその可能性の一つに自分は海外のクリエイターが作った日本アニメっぽいルックの作品が世界中で大ヒットするというようなことも考えています。それは例えるならば柔道において柔道という競技を挙げることができます。柔道は日本ではもう必ずしも一番良かった時期よりも競技人口が多いわけではありません。競技人口は減っています。でもフランスやブラジルはむしろ日本よりも多くの競技人口を抱えていて、実際オリンピックでは極めてレベルの高い試合が繰り広げられています。柔道のように海外のスターがどんどん日本のアニメっぽいアニメを作ってくれて、それによって日本のアニメだけでは見てくれないお客さんにこのアニメルックというものが広がると自分は最高だなと思っています。私はそのためにフランスに来ているということもありますね。That's it for our interview with Nao Hirasawa. Do you want to work in anime now? Tell us in the comments. Make sure to like, share, and subscribe so you don't miss the next episode, where we will hear about the most famous thief in the world from director Takeshi Koike.